最果ての魔王ディープ・ブリザードのレディオ・プロゼント。我は最果ての魔王ディープ・ブリザードである。皆こんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問、質問、お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵かきが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけで、ちょうど収録を始めるほんの数十秒前からポツポツと最果ての地に雨が降り始めたのと思ったら、いい感じにずーっとなんか雨の音が聞こえておったので、ちょっとな、今日の冒頭の BGM はなんならこれにしてみようかのと思って、ちょっと録音してみたの魔王なのであったけど、いい音なのである。夏の頃のな、激しくドバーッと降る雨とは違って、まったりとしたこう音になってきて、秋の少し緩やかな空気が出てきたかのと思って、夏が終わってしまう。あれほど夏は嫌だと言っておきながら夏が去るのはやっぱり寂しくなってしまう。というのもな、最果ての地は冬が長いからの、もう多分ほんと、もうそろそろ冬物出しておかんといかんと思うと。それはそれで寂しい魔王なのであった。今回も皆からいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム玉ねぎ炒める殿からのご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。魔王様こんにちは。いつも魔王様の動画を繰り返し見てイラストの勉強をしています。私の悩みは参考にしたいイラストレーターさんが定まらないことです。イラストを上達するには好きなイラストレーターさんを参考にすることが近道なのだと思うのですが、まさにこの人というイラストレーターさんが決まらないのです。魔王様の柔らかそうでキラキラした絵も好きですし、ビビッドでいかつい絵のイラストレーターさんも好きで、あの人も好きという状態です。さらにおこがましいことに、でもこの人の絵はやりたいこととなんか違うと思ってしまうのです。なので結局自分のいつもの表現にしてしまいます。どんどんイラストレーターさんを探してイラストを見る他にないのでしょうか。すでに解決できる問題でしたら申し訳ありません。これからも動画を楽しみにしています。というわけで、いろんなイラストレーターさんに憧れるけど、なかなかこれといった感じにならなくて、ついいつもの自分の作風になってしまうというご質問であるな。では、先に魔王の方からお答えを出させていただこうと思うのである。イラストレーターの絵だけにとらわれず、刺激のあるものはどんどん取り入れていった方が良いと思う。というわけで、どういうことかと話していけば、絵に憧れるというのはもちろん我も未だにたくさんあることであるし、憧れるからといって自分の絵に取り入れるかといったらまたそれは話が違ってくるわけであるな。例えば我なんかは、よく言う話だと本当に昔からクランプ先生方の絵とかはすごく大好きであるし、あとはアメコミの作家の方で言ったらマイク・ミニョーラっていう、ヘルボーイというアメコミを描かれている方の作品なんかはすごく影響を受けたし大好きであったりするし、特に最近特定のイラストレーター殿のお名前ではないんだけれども、特別派手な色を使っているわけではないんだけれども、結果仕上がった絵がすごくビビッドに見えるっていう絵柄は割と結構研究対象というか、割と我の絵柄の中に取り入れようと思って、そういう方々の YouTube のメイキング動画とかを見たりすることが多かったりする。玉ねぎ炒める殿は、まず好きな絵っていうのと、自分がその技術を取り込みたいのかっていうのを分けた方がいいかもしれないであるな。好きっていう気持ちは結構そのあたりを曖昧にしてしまうというか、憧れたりいいなと思うけれども、それがじゃあ自分の絵柄に
取り入れたいのかというのと結構違ったりするんであるよな。なので、もちろんおこがましいという気持ちがあると言っておるが、そこは、別にその絵描きの方を別に馬鹿にしたりとか、悪口を言っておるわけではないので気にすることはないと思うし、憧れる気持ちはそのまま持っておって良いと思う。で、その上で、まずは自分の絵柄を分析されてみると良いであろう。自分の絵柄っていうのは、線画はこういう感じで、色塗りはこういう感じで、で、背景とか仕上げのパターンはこういう感じで、で、結果、どういう感じの絵になっているのか、というのを分析してみる。そして、じゃあ自分が今取り入れたいと思っている要素はどういうところなんだろうというのを憧れているイラストレーターさんの絵から見て、その中でどういうものを欲しがっているのか、もしくはどういうところに憧れを持っているのかというのを自分なりにちゃんと分析をしてみると良いと思うのであるぞ。例えば、我の場合で言えば、線画はアナログタッチで、主に色の塗り方はアニメ塗り。そして、パステルカラーから派手めな色を使っている。で、ポップな色使いの仕上がりになっているのが我の絵柄の特徴だと思っておる。なので、そういう絵柄をもっともっと鍛えていきたいなと思ったら、そういう絵柄で有名な方とか、いろんな絵を見ててビビッときた方を参考にしてみるのも良いし、自分にもっともっと新たな刺激を加えることができる作風だったり要素っていうのを研究して取り入れるっていうことはできると思う。ただ我は結構定期的にやっておるのが、いろんな美術展だったりとか、美術館の展示を見に行くというのはよくするようにしておって、それは近代であったり、古典であったり、現代アートであったり、特に時代や作風、国などは問わず見に行っておるのだが、そうすることでやはり、はぁとさせられる、新たな色使いであったり、こういう表現をするからこうなっているんだっていう気づきを、その時に得られたり、新たな刺激をぐっと受けたりすることがあるのであるな。印象に残っておる、そういう見た時にハッとしたのは、アメリカのニューヨークにあるメトロポリタン美術館というところがあってな、そこでは本当にもう古典から近代のアートから本当世界のいろんな美術品を収集して展示しておって、そこのアフリカのゾーンっていうのにものすごく刺激を受けた時期があって、色使いももう黒を大胆に使ったり、アースカラー、例えばオレンジだとか茶色だとか緑だとかを使ってすごく派手だったりインパクトがあったり、ものすごく目の印象に残るものをたくさん作っていて、それが我の絵柄にどれだけ影響を受けたのかというとまたちょっと話は違うのかもしれないが、絵の印象とかインパクトってこういう風に作っているんだっていうのを魔王の中に強く刷り込んだのはアフリカンアート、いわゆるアフリカンアートであるなとかだったりするので、結構日本でもそういうアフリカンアートとかを取り入れた雑貨店はあったりするので、そういうところに行ってなんかまた刺激を定期的にもらったりしておるし、もう一つ我が色塗りだったり色使いでものすごく影響を受けたのは、意外と思われるかもしれないであるが、浮世絵なんであるよ。浮世絵って実は多分、我が勝手に思っておるだけなんだけど、世界最古のアニメ塗りなんじゃないかと思っておって、あれっていうのはその多色刷りの木版で色をつけておるのだが、言ったらそのリアルな陰影をつけるとか、そういうことにあまり得意ではないんだよな。だけど、線画とそのフラットな色塗りで大胆な世界観だったり、立体的に絵を見せたり、奥行きを出しておったりしてな、すごく漫画とかイラストの表現として浮世絵って素晴らしいなと思って。あと本当に色使いが綺麗で、藍色、濃い青の色使いってものすごく我の中で刺激を受けて未だに印象があるのだが、その藍色のグラデーションが本当に綺麗で、それはなんか我の絵を描く上でものすごく強く影響を与えて、なるほど、色をこういう風に使うとすごくインパクトがある絵になるんだなとか、そういうのを未だに我の中で強く影響を受けておるし、それ以来、すごく浮世絵の画集とかを買ったり、古典とかがあったりすると、見に行ったりすることが多くなったであるな。そんな感じで、イラストレーター、最近のイラストレーターだけにとらわれず、様々な芸術だったり歴史的な美術を見てみると、絵の自分の中の刺激だったり、こういうものを取り入れたら面白いんじゃないかっていうヒントになったりするので、おすすめだったりするのであるぞ。なので、全然いろんな方の絵を見て自分の中に取り入れられそうなもの、
っていうのを細かく選別していくっていうのは悪いことではないであるし、そういう刺激になるものっていうのをどんどん自分から多方面で取り入れていくというのは絵の勉強として、そしてイラストの成長として大事になってくるのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みはこの動画のコメント欄、質問サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグ、レディクロでつぶやいていただければ、マオが答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。この番組が面白かった、また聞きたいなという方は、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたすのであるぞ。